こんにちは。お聞きいただきありがとうございます。読書の時間や仕事の合間に BGM として楽しんでいただけたら嬉しいです。さて今日は私たちの本のページにそっと寄り添ってくれるあの小さな道具、しおりの壮大でそして意外な歴史の旅にご案内しようと思います。本を閉じるたびに何気なく挟み込んでいる一枚の紙やリボンにこれほどまで豊かで深い物語が隠されていたのかときっと驚かれるんじゃないでしょうか。まずは一つ、皆さんに問いかけをさせてください。うっそうと霜る森の中の人が分け合って作った小道と、今あなたがパソコンやスマートフォンで使っているかもしれないウェブブラウザ。この一見全く関係のない二つを結びつける、ある共通の言葉は何だと思いますか？この謎の答えこそが、私たちが当たり前のように使っている、しおりという言葉の、美しくも非常に実用的なルーツを解き明かす大切な鍵になるんです。これからこの静かな伴侶の長い旅路を大きく6つの時代を巡りながら辿っていきたいと思います。森で生まれた言葉の起源から中世のヨーロッパで作られた驚くべきハイテクなしおり、そして現代のデジタル空間に宿るその魂まで。さあ、時を超えるしおりの物語をこれからじっくりと一緒に紐解いていきましょうか。私たちの物語はですね、まだ本というものが今のように一般的ではなかったずっと昔の時代、日本の深い深い山の中から始まります。そこでは、しおりという言葉が文字通り道に迷って命を落とさないための非常に切実な生活の知恵から生まれているんですね。冒頭で問いかけた謎かけの答えはまさにここにあります。しおりという美しい響きの言葉は、もともと枝を折ると書いて、枝折る、しおるという古い動詞から来ています。ちょっと想像してみてほしいんですが、煙道しかないような、昼でも薄暗い森の中を漁師や旅人が進んでいく。帰り道を見失わないように、あるいは後から来る仲間へのこっちだよという思いやりとして、道の脇にある木の枝をそっと折って目印を残していく。その行為そのものがかつてはしおりと呼ばれていたんです。それが長い時を経て、知識という広大な森を旅する私たち読書家にとって、迷子にならないための道しるべという意味に転じていった。いやー、なんと詩的で美しい言葉の変遷なんでしょうか。ここで非常に興味深いのが、こうした庶民の生活の知恵から生まれたしおりとは全く異なるルーツを持つ、もう一つの道具が、はるか昔、平安時代の宮廷に存在したということです。それが、この少し難しい字を書く経山というもの。これはですね、薄く削った木や竹でできていて、時には美しい蒔絵なんかの装飾が施された非常に美な道具だったそうです。山道での実用的な目印とはまさに対照的ですよね。こちらは洗練された宮廷文化の中で生まれた教養と美意識の象徴だったわけです。同じ本の目印という役割を持っていても、その生まれは全く違う。ここに当時の文化の鮮やかなコントラストが見て取れるようで面白いですよね。さて、日本の森から今度は時間をぐっと遡りまして、エジプトの砂漠へと旅をしてみましょう。ページを一枚一枚めくっていくという私たちが慣れ親しんだ本の形、専門的にはコデックスと言いますが、その形式が生まれたばかりの古代末期の世界です。そこに現存する世界で最も古いしおりが発見の時を静かに待っていました。これ、驚くべきことなんですが、エジプトの古い修道院の跡地で見つかった6世紀のコプト語の聖書、それに付属していた世界最古のしおりは、なんと革の紐で表紙に固く物理的に結びつけられていたんです。これは一体何を意味するんでしょうか。つまり当時のしおりは私たちが今思うような後から挟む便利なアクセサリーなんかではなくて、最初から本と一体化したいわばナビゲーションシステムのような本質的な部品だったんですね。当時の人々にとって分厚くて広大なテキストの中から目的の箇所を探し出すというのは、現代の私たちが思う以上に重要で大変な課題だった。しおりはそれを解決するための最先端のテクノロジーの一部だったとさえ言えるかもしれません。時代はさらに進んで中世のヨーロッパへ。ここでしおりは私たちの想像をはるかに超えるとんでもない進化を遂げることになります。それはもう単にページを示すだけの道具ではありません。言ってみれば
電気を使わないアナログな検索エンジン。紙と糸と小さな歯車だけで作られた非常に精巧な情報検索デバイスだったんです。当時の本というのはもちろん手書きの写本です。非常に高価な筆字紙に作られていましたから、少しでもスペースを無駄にしないように、インクで文字が2段組、時には3段組でページ全体にびっしりと埋め尽くされているわけです。ページ番号を知らないことも珍しくありませんでした。これでは後で引用した一文や議論の出発点となった箇所をもう一度見つけ出すのはまさに至難の業です。この深刻な課題に対して当時の知識人たちが編み出した解決策は、これはもう発明と呼ぶにふさわしい見事なものでした。そのインジーニアス、つまり独創的な解決策がこの回転式しおりです。仕組みはこうです。まず、リボン状の紐を目的のページに挟みますよね。その紐には上下に自由に動くスライダーがついていて、これでまず特定の行、つまりグラフでいうところの縦の Y 軸をビシッと指定します。そしてそのスライダーの上にはですね、数字が刻まれた小さな円盤、回転板がついてるんですね。これをくるくると回して、今度は特定の段、つまり横の X 軸を指し示す。こうすることでページ上の特定の一点をまさにピンポイントで示すことができたわけです。いやー、素晴らしいアイデアですよね。これほど精巧な装置ですから、当然非常に貴重なものでした。今ヨーロッパ全土を探しても、現存が確認されているのはわずかに36個ほどだと言われています。その一つ一つが、印刷技術によって本が大量生産されるよりも前の時代に、知識をいかに正確に、そして効率的に扱おうとしていたかという、中世の人々の知的な格闘を物語る静かな証人なんですね。さて、物語の舞台は大きくジャンプしまして、19世紀。蒸気と鉄の時代、産業革命の時代です。この産業革命の大きな波は、社会のあらゆるものを変えましたが、それはこの小さなしおりも例外ではありませんでした。それまでごく一部の知識人や富裕層のものであったしおりが、印刷技術と機械寄りの力によって、初めて私たち一般大衆の手に渡る、そういう時代がやってきたのです。その大きなきっかけとなったのは、意外にもイギリスの絹織物産業の町、コベントリーを襲った大不況でした。自由貿易の協定によって、フランスから安い製品が流れ込んできて、仕事が激減してしまったんですね。その中で、生き残りをかけて新たな道を模索した職人の一人、トーマス・スティーブンスという人物が、織物の機械であるジャカード織機を改良して、まるで絵画のように緻密で美しい風景や肖像画を織り込んだリボン、つまりスティーブングラフというものを生み出したんです。本来はページを示すための単なる道具だったものが、それ自体が鑑賞の対象となり、人々が熱心に収集するアート作品へと姿を変えた歴史的な瞬間でした。そしてアートの世界から今度は商業の世界へとしおりは進出します。ビクトリア朝の抜け目のない起業家たちは、この小さな紙片がいかに強力な広告媒体であるかということにすぐに気づきます。考えてみればそうですよね。本を読むという非常に知的でプライベートな時間、その空間に自社の商品広告をそっと滑り込ませることができるわけですから、石鹸や万能薬、婦人用のコルセットから保険まで、当時の活気ある消費社会を映し出すカラフルな広告が印刷されたしおりは、まさに現代のウェブサイトに出てくるバナー広告の原型と言えるかもしれませんね。さあ、舞台を再び日本に戻しましょう。西洋でしおりがアートや広告として大衆化していく一方、日本ではまた独自のちょっと不思議な進化の道をたどることになります。出版業界だけで通じる謎の専門用語が生まれたり、あるいは役目を終えたはずのお金が意外な形で第二の人生を歩むことになったりするんです。ハードカバーの本を開くと、よくリボン状の紐のしおりがついていますよね。あれ、日本では当たり前のようにスピンと呼びます。でも実はこれ、英語圏では全く通じない、いわゆる和製英語なんです。じゃあ、一体どこから来た言葉なのか。これ、最も有力な説とされているのが、スピンが取り付けられている場所、つまり本の背骨にあたる部分、英語でスパインという言葉を昔の誰かがスピンと聞き間違えて、それがそのまま出版業界の用語として定着してしまったというものなんです。
なんとも微笑ましいユニークな間違いが今や業界のスタンダードになっている。言葉の歴史の面白さを感じますよね。もう一つ、日本独自の非常に興味深い例が藩札です。これは江戸時代、各藩が領地の中で使えるように独自に発行していた紙幣のことですね。明治維新によって新政府が誕生して全国の通貨が統一されると、これらの藩札は一ニアにしてただの紙切れになってしまいました。しかし、人々はこれをすぐには捨てなかった。なぜなら、そこには凝った溶かしが入っていたり、美しい模様が描かれていたりしたからです。通貨としての価値は失っても、その美術品のような立ち舞いと、本に挟むのにちょうど良い大きさが、当時の読書家たちの心を捉えたんですね。多くの藩札がしおりとして第二の人生を歩むことになった。物の価値とは一体何かを深く考えさせられるエピソードです。そして私たちの長い旅はついに現代デジタルの時代へとたどり着きます。ここでしおりは数千年もの間続いた物理的な形を脱ぎ捨てて目に見えないデータの亡霊、デジタルゴーストとなります。しかしその魂、つまり広大な情報の世界で自分の居場所を記すという本質的な目的は形を変えて今も確かに生き続けているのです。インターネットが一旦に普及し始めたばかりの1993年、本当に初期のブラウザではお気に入りのウェブサイトを保存する機能はホットリストと呼ばれていました。やがてそれがネットスケープなどによってブックマークやあるいはお気に入りという私たちに馴染みの名前に変わっていきます。そして2000年代の半ば、ソーシャルブックマークというサービスが登場してある種の革命が起こります。自分がブックマークした面白いサイトを他の人とインターネット上で共有し、みんなで集合的な地の地図を作り上げていくという動きです。ここでハッとさせられるんですよね。自分の見つけた道を後から来る人々のために共有する。これってまさに数百年前に日本の森で行われていた枝を折るという行為、その精神そのものではないでしょうか。テクノロギーがどれだけ進化しても、人間の本質的な営みというのは変わらないのかもしれない。壮大な演歌を描いて物語が原点に戻ってきたような、そんな感動を覚えます。このように見てみると、しおりの形というのは本当に劇的に変わりました。手に取れる紙やリボンといった実体のある物体から、触ることのできない純粋なデータへ。そしてその場所も一冊の本の中の特定のページから、ウェブというある意味無限の空間の中の特定のアドレスへと変わりました。しかしその目的、つまりまたここに戻ってくるための自分だけの目印という核となる機能は驚くほどに何も変わってはいないんですね。森でそっと折られた一本の枝から、あなたのパソコンの画面の隅にある小さな星のアイコンまで、呼び名や形は時代とともに変わっても、しおりはいつの時代も私たちの知識の旅所における忠実な伴侶であり続けました。それは情報という大うららの中で、一旦ここで立ち止まって考えよう。この素晴らしい発見を忘れないようにしよう。そしてまた必ずここに戻ってこようという私たちのささやかでしかし非常に知的な願いの最も美しい総称なのかもしれません。AI が自動的に情報を要約してくれたり、私たちの好みを先読みしてくれたりする、そんな時代になりました。この先、私たちが未来のさらに広大で複雑な情報の森を旅するとき、このささやかでしかし不可欠な道具は一体どんな姿をしているんでしょうか。あるいは全く新しい概念に生まれ変わっているのかもしれません。その答えはまだ誰も知りません。それはこれからの私たちに残された楽しみな問いかけですね。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。